本当にありがとうございます。どうもこんにちは、川口のきです。今年のワールドチャンピオンシップオブシュメイキング2024年に出品しました。この動画は出品前に撮ってますので、結果は今頃発表されている頃だと思います。ドキドキです。このワールドチャンピオンシップオブシュメイキングというのは靴作り世界大会、世界選手権ですね。2018年から開催されて、コロナ禍の間開催されない時があったので、今年で5回目になります。世界中から靴を作る人たちがこの大会に向けて制作して出品し、それを審査員たちに評価されて、最終的にポイント制で順位が決まるというものです。この大会に参加資格はありません。プロの靴職人の方も趣味で靴を作られている方も様々な方々が今まで出品されています。今年もそうなっているでしょう。そしてこのチャンピオンシップには毎年お題が設定されます。例えば一番最初に開催された時のお題は黒のボックスカーフを使ったストレートチップでした。そして去年のお題は黒のバルモラルブーツでした。そして今年のお題、ライトブラウンの革を使ったフルサドルローファーですね。そして細かい条件がありまして、ライトブラウンのボックスカーフ、アニリン染めのカーフ、パティーヌとかはしてはいけない。そしてフルサドルですね。ローファーといってもタッセルローファーだったり、ハーフサドルローファーだったり、リボンローファーだったり、いろいろあるんですが、フルサドルローファー、そしてエプロンフロントになっていることと、パターンが3から5パーツで構成されていることですね。コバの仕上げは茶色、ソール底面の仕上げは染めていないナチュラル仕上げということで、その他釘だったり真鍮だったりで装飾はありですし、糸の色とかブローディングについては制限はありません。この大会参加資格はないので、まず事前に応募をして、そして人数が多かった場合は事前に写真の審査があって、その中から30人前後選び、5月に開催されるロンドンでの靴イベントで展示され、そして選考が行われるという形です。このイベントではさまざまな靴メーカーの展示だったり、パティーヌの同じく世界大会、そして靴磨きの世界大会なんかも同時に開催されます。僕も一度行ってみたいんですが、なかなか行くことがね難しいので、今回は制作した靴を送って出品する形になります。この大会やはり世界の方々が集まるということで、本当にすごくレベルが高いです。見たことのない技術だったり、これどうなってるんだろうみたいな、初見では理解できないような作りをしていたりと、本当に靴を作る身としては、そして靴好きの方々にとってもね、すごく面白い大会です。今年の世界大会の出品の数々、もうすでに発表されているか、今後全ての靴がもう少し経った後におそらく全部写真付きで紹介されると思うので、ぜひご覧ください。そして僕は今年出品するということで、ここにありますこのライトブラウンのローファーを制作しました。この大会の規約みたいなもので、制作中結果発表されるまでは SNS に一切制作状況などをアップしてはいけないというのがありますので、秘密裏に制作していました。今日はこのローファーをどんなものになっているか紹介したいと思います。かなり力を入れて制作しましたので、ぜひ最後までご覧ください。こちらが今回の出品した靴です。デザインとしては先ほどのお題がありますので、ライトブラウンの革を使ったフルサドルのローファーです。ものすごくたくさん話したいことがあるので長くなっちゃうと思うんですが、順々に解説していきます。まず今回出品するにあたってどういったアイデアを盛り込もうかなと考えたんですね。普通に靴を作るだけではなくて、やはり何か変わったことを、今まで多くの人が見たことのないだろうものを作りたくていろいろ考えました。そして一つ思いついたのが、ローファーというかこの U のモカシンですね。これは袋モカというものがあって、どういうものかというと、足入れを柔らかくするために底面からアッパーを吊り込むっていう技があるんですよ。僕は実際やったことはないんですけど、前足部のこの前の部分ですね、底面からアッパーを吊り込んで、そしてこのエプロン部分の革と縫い合わせて靴を袋状にするっていうものがあるんですよ。その袋モカから着想を得まして、
靴のソール面までアッパーが包み込んでるようなデザインをやりたいなと考えました。でいろいろ本当にもうこれ試行錯誤を重ねてアッパーの試作っていうのは本当に何度も繰り返したんですけど、最終的にどんなものになったかというと、ソールまでアッパーが続いてます。この部分がこの靴の一番のポイントなんですけど、普通ウエストってここヒールまでつながってますよね。この靴はウエストのソールがなくて前とかかとで分離した作りになっています。そしてこのウエスト部分はアッパーが上から全て靴をくるんでるという状態ですね。実際は袋モカは前部分がこうまくり上がってきて靴をくるみ、ウエスト部分はこれ実際普通にソールがついてます。で前部分もソール普通についてます。なので実際の袋モカとは全然違うんですが、このローファーという課題の中でそういった袋モカという作り方があるのを前提に、それを新たな解釈で作ったというところに意味があるかなと思ってます。それでは細部のディティールの解説をしていきます。今回はフルサドルのローファーということで、この部分をサドルっていうんですけど、これがソールまで到達するものをフルサドルと言います。この辺で終わるのがハーフサドルって言いますね。この靴の特徴のもう一つはフルサドルがねすごく長いです。後ろのかかとのところまで伸びてます。これはこうする理由というか、こうする必要性がありまして、この靴のパターンですね、パーツがどんな風に分かれてるかと言いますと、このエプロン部分とこのつま先の部分、こうですね、それとこのタンからかかとまでこれ全部つながっています。それとサドル部分、そしてこれはアッパーというのとはまたちょっと違いますけど、このウエスト部分ですね、1、2、3、4、5パーツになってます。でこのサドル部分がすごく長いっていうのは、こういった流線形のデザインだっていうのももちろんそうなんですけど、前と後ろをつなぐ役割があります。パッと見前と後ろ、ここずっと一体のようにも見えるんですけど、このフルサドルの裏でついてあります。フルサドルがこの長くいってかかとまで行く必要があるというのは、僕はこの仕様をアッパーフィドルと呼んでるんですけど、アッパーでフィドルバッグを作るためのこの部分ですね、つま先から来たパーツをスキンステッチでつないでありますので、このサドルの継ぎ目がこの辺に出てしまうとスキンステッチができなくなってしまうというか、このフィドルバッグの部分がきれいにいかないですよね。ということでずっとこう後ろまで持ってきてます。そしてこのかかとのパーツ、これすごく分かりにくいですというか地味なんですけど、これシームレスになってるんですよ。シームレスというのはシームレスヒールにもちろんなってるんですけど、それがこの部分タンまで全部つながっているというところですね。これは制作動画アップしますのでぜひ見ていただければと思うんですが、シームレスホールカットといって革を木型にかぶせるようにして吊り込むんですよね。革を丸々1枚吊り込む。そしてその後にこの形状に立体のままカットします。普通はフルサドルのローファーっていうのはここの継ぎ目がサドルの中に隠れます。なのでこの後ろのパーツとタンのパーツというのはそれぞれ分かれるんですけど、今回はあえて分けずに1枚でやってるというのを証明するために、そしてここの丸みのあるデザインラインを出すためにあえて手間のかかる1枚側の吊り込みからアッパーを製作しています。そしてスキンステッチですね。今回は先ほどのアッパーフィドルとエプロンフロントの部分にスキンステッチを採用しています。やっぱり靴作り世界大会っていうのは技術を見せ合う場でもありますので、こういうねスキンステッチしっかりできるぞというのを証明するためにも今回取り組みました。正直僕スキンステッチあんまり得意というかちょっと苦手意識があって、かなり今回この世界大会ミスが許されないという中で自分の中では挑戦だったんですけど、そのためにかなりの練習を重ねて綺麗に縫えてますね。そしてこれは、ビスポークシューズで一部見られることがあるんですけど、エドワード・グリーンのドーバーみたいなモデルはこっちのエプロン部分をスキンステッチをしてつま先の方は穴を開けるだけなんですよね。なんですけどこの靴はその逆です。
簡単に言うとスキンステッチがエプロンの外にありますね。そしてアッパーのポイントもう一つ、チェーンステッチですね。アッパーには装飾のチェーンステッチが入ってます。合計1、2、3本ですね。このフルサドルの端っこから1歩下がったところに2本、そしてトップラインから1歩下がったところに1本、ぐるっとチェーンステッチが入ってます。これも制作動画で公開するんですが、ミシンで縫ったステッチに手でこのチェーン部分を全て絡めていくという作業です。かなりの縫い目ありますのですごく大変なんですけど、その代わり普通の縫い目では出せないような主張のある縫い目になりますね。それと今回この靴ライトブラウンの革なんですが、ライトブラウンってというかブラウンってものすごく一口に言っても色味の数ってすごくありますよね。ライトブラウンも同じで、ライトブラウンと言われるような中でもかなり色にバリエーションがあります。この靴の僕のイメージは金色ですね。ゴールデンローファーって自分の中では言ってたんですけど、ゴールデンローファーが作りたくて革選びかなり苦戦しました。というのも色味が本当難しいんですよね。そしてこういう色味がなかなかないんですね。結構オレンジっぽい色味の革ライトブラウンは、自分の手持ちでもあったんですけど、もっとオレンジ味を消した黄色っぽい金色に近いような革を探すのに苦労しました。個人輸入をしました。このローファーライトブラウンではあるんですが、僕の中では金色です。ということでこの糸が金色に見えるようなものを使っています。といってもやっぱりね、糸も金色ではないんですよ。金色の糸もあるのでいろいろ試したんですが、この糸は金色に見えるような色味の糸です。その糸を太いものと細いものを使い分けて、こういった感じでアッパーを緻密に縫ってます。そしてこれアッパーというか木型のディティールと釣り込みの際の技なんですが、この鼻筋が通ってます、つま先に。だからラウンドトーではないんですよね。スクエアトーでもない、ダイヤモンドトーみたいな、そんな感じですね。サイドにエッジが立ち、そして真ん中にもエッジが立ったつま先になっています。このアッパーフィドルどういうふうに制作したか、こちら制作動画公開します。軽く解説しますと、このアッパー上部は普通に釣り込んでます。そして釣り込みの際にウエスト部分を接着で固定してますね。その釣り込む前に中底にこのアッパーフィドルのパーツをソール面で釣り込むんですよね。そしてこの形状を出します。そしてそれをカットしたものとアッパーを釣り込んだもの、正確にカットして、それをスキンステッチで縫い合わせます。なので袋モカと違う部分は、袋モカというのはアッパーをこう仮釣りみたいな感じにして、最終的に糸でつなぐことでその形を維持します。ただこのアッパーフィドルは釣り込んで固定されたもの同士をこのスキンステッチでつなぐということで、このスキンステッチでこう糸同士、皮同士をぐっと引き締めてるというような役割はないんですが、こうすることでソールとアッパー、まさに一体となったベベルドウエストを超えたウエスト部分を作ることができます。これはもう本当に考えに考えて、頭の中で何度も試作を重ねて、そして実際に試作も行ってこの形状を作ることができました。ヒールはこのアッパーフィドルを最大限生かすことのできる馬蹄系ヒールになっています。チャンピオンシップでは結構馬蹄系ヒールっていうのは流行りというか、よく行われる手法の一つで、僕もいつか作ってみたいという思いがあったので今回作業しました。このアッパーフィドルがね、すごく映えていい仕様ですね。そして、この前方のソールなんですが、しっかり出し縫いをかけてあります。出し縫いちょっと細かくてよく見えないんですが、 SPI1 インチに何針縫うかという基準のステッチパーインチという番手があるんですが、18で縫ってます。つまり1インチ約 25mm の間に18針縫うということで 1. 点何ミリですね。かなり細かくて、この細かさの縫いは今まで僕はやったことがなかったんですが、こちらも練習して針を専用に作って細かく仕上げていきました。
そしてウエストの部分、これ縫ってんのっていう話なんですけど、縫ってます。ただ最後までは縫ってないですね。縫ってないのはこの中央の2センチか 1.5 センチぐらいの間だけ縫ってないです。その部分は木釘を打ち込むことで中底に貫通させてソールを固定しています。サンクリスピンなんかでウエストウッドネイルって言って、ウエスト部分を縫わずに木釘で固定するっていう方法があるんですけど、それの応用というか、それですね。で、木釘は見えないんですが、ここドブ起こしして糸とともに隠してあります。あとですね、これ地味なポイントなんですが、ものすごく調整に手間取ったところというと、このアッパーのラインですね。このヒールのラインっていうのは木型上でももともと設定してるんですよ。その位置にぴったりフルサドルが落ちてくるようなパターンの微調整っていうのがすごく大変でしたね。しかもこれって左右でずれちゃいけないんですよね。左右でヒールの形状がこっちが短かったりとかこっちが短かったりすると不格好なので、ちょうど設定した通りの位置にアッパーがまず来る必要があって、今回このフルサドルのローファーはパターンがもともと特殊なのに加えて、そういったソールとの合わせなんかも要求されたので、非常に時間を要しましたね。ソールのつま先には真鍮のプレートをつけてます。この真鍮のプレートは僕は普通にビスポークではいつも製作しているので、割といつも通りではあるんですが、形状がめちゃくちゃ特殊です。なんていうかね、鋭い剣のような形状で、なんとなくこのローファーの鋭い感じに合うなと思ったので、糸のこで削りました。もちろんこれソールも同じ形にくり抜いてパコッとはめ込んでいます。それでは次にシューツリーと中の解説をしていきます。シューツリーはもうかなりピタピタなので、ちょっと抜くの神経使うんですね。漆のシューツリーです。以前も漆のシューツリーで何度か制作したことあるんですが、今回も新潟村上の漆の職人の方にお願いして塗っていただきました。まず形状、今回チャンピオンシップに合わせてこちらも制作したんですが、かなり独特な形状をしています。このヒールの部分ですね。ヒールの部分が逆に反るような形状、そして中を削り込んでますね。この漆のシューツリー真っ黒なんで漆黒すぎて、そして光沢がすごいので、なんか何を写してるのかよく分かんなくなるんですよね。すごく写すのが難しいです。このヒールの部分には穴が開いてます。そしてこんな感じでとっくりのような形状をしています。流線形で前までつながり、前方つま先には靴にあるのと同じ稜線があります。漆真っ黒ですね。追黒と言います。漆というのは漆の木から取れる樹脂ですね。それを塗り込んで磨いて塗って磨いて塗ってというように繰り返していくことで、ひたすら奥深い漆黒が生まれます。漆というのは茶色いので、これは黒い顔料を混ぜて塗られています。こちらの漆シューツリー作っていただいている鈴木さんのところにお邪魔させてもらって制作風景見学した動画もアップしますので、ぜひそちらご覧ください。シューツリーが磨かれる様子だったり塗られる職人の技を見ることができます。そしてこのシューツリー合わせて印足もデザインしました。このワールドチャンピオンシップのルールとして印足にロゴを入れてはいけないというのがあります。これは誰が作ったのかわからない状態、匿名の状態で評価することが理由でして、中にロゴがあると誰が作ったものか分かっちゃうので、印足にはロゴを入れず、ただ装飾は自由ということで、今回は月ですね。印足は非常に見にくいんですが、まず印足の皮、黒残殻です。古来から日本の甲冑などに使われていたと言われる漆塗りの皮ですね。
光に照らすと脂肪管がキラキラと輝きます。この輝きがまさに漆の粒です。中央には満月の金箔、実際金箔ではないですが金色の箔、そしてこの最後部ですね、すごく分かりにくいんですが、これはイノシシ側に箔をぼやっと押したものですね。イノシシ側をいぶした真鍮のようなイメージで箔を貼り付けて、形状は日本刀の鞘の先端の小尻というものがあるんですが、小尻から由来しています。小尻は、デザインにもよるんですけど、なんかこう雲のようなイメージを持ってデザインされている小尻もあるみたいなので、黒三角の夜空に浮かぶ月と雲を表現できたかなと思います。僕は以前自己紹介の動画でもお話したんですが、海外から来た革靴なんですが、日本のテイスト、和のテイストをかっこいい形で入れていきたいなという思いがあるので、こういった漆のシューツリーだったり、日本のわびさびみたいなところを想起させるようなデザインを靴の中に入れました。インソックの満月は漆シューツリーを入れても満月です。ということで、こちらの靴をワールドチャンピオンシップシューメイキング2024に出品します。ワールドチャンピオンシップは自分の中でいつか出そうと、そしていつか世界を取りたいなという思いはあったんですが、今回覚悟を決めて制作して出品することにしました。この靴がいい結果を残してくれていることを祈っています。この靴をワールドチャンピオンシップに出すために制作をしていて、ものすごく実は楽しかったんですよ。今まで苦手としていたスキンステッチをしっかり自分の技術として身につけるために、微妙な厚みだったり感覚っていうのをいろいろ確かめながら練習することとか、アッパーフィドルという今までやったこともない、そして見たこともないものを形にするために、頭の中でどうやったらうまくいくだろうってずっと考えてる時、そしてそれがうまくいった時ってめちゃくちゃね、やっぱり楽しくて、やっぱり普段のね、ビスポークだったり MTO のデザインだったりっていうのももちろんすごく楽しいんですよ。そしてそういった靴たちはお客さんの顔が見えて、こういう風にしたらお客さん喜ぶかなっていうのを想像しながら作るっていうのがまた面白さで、そういった面白さはこの靴にはないんですけど、単純に腕試しというか、自分がどんなものを作れるんだろうかっていう、そういう挑戦する楽しさを改めて強く認識できたのが、この靴を作ってよかったことですね。ということで、今回は世界大会に参加する靴のディティールをもう本当に細々と説明しました。世界大会後はこの靴は評価を終えて僕の元に戻ってきます。3位までに入賞すると、この靴は1年世界を旅することになります。ぜひね、世界を旅する方に行ってくれたら嬉しいので、この靴をロンドンに送る時には1年間の別れを告げて送りたいと思います。他にもこの靴の制作動画、すごく長いものとシューツリーの漆を塗っていただく動画アップしますので、ぜひご覧ください。それではまた。今夜中の2時です。結果発表が終わりまして、世界一位を取ることができました。ちょっと一旦寝て、でちょっと起きて、でライブ配信があったので見てました。急遽ちょっと動画を回して結果報告とちょっと感謝を述べたいと思います。今回のワールドチャンピオンシップオブシューメイキング2024、優勝することができましたので報告いたします。本当にありがとうございます。さっき一回泣いたんですけど、なんかよくわかんないですけど、1位取ったらなんか嬉し泣きとかなるかなと思ったらなったんですけど、嬉し泣きかなんかよくわかんないですけどね、よくわかんない感じなんですけど、またね、このワールドチャンピオンシップについてとかはライブとかやっていきたいですし、いろいろ話す機会もあると思うので、
まずはねこの動画の解説と、そして制作動画長いですけどあげますので、ちょっと気になるところだけ少しとか、ね、見ていただいたりとか、作業のお供かなんかにちょっとね作業音としてなんか使っていただけたら嬉しいなと思います。なので応援いただいた方はね本当にありがとうございます。もちろんね買っていただいた方も、そして展示会とかね来ていただいた方、そして、YouTube の視聴者の方、Instagram とかね Twitter とかフォローしていただいている方ね、全てありがとうございます。本当に今後ともね引き続きよろしくお願いします。またねワールドチャンピオンシップ本当にすごく楽しかったので出したいなという思いでいます。来年またすぐ出せるかどうかわかんないですけど、またワールドチャンピオンシップが、ね、オブシューメイキングが続いてくれて、そこに出せることを本当に楽しみにしてます。というわけでありがとうございました。